にちは、ピロタンです。いつも動画を見てくれている皆さん、ありがとうございます。今回は中上級者向けのロングボードのテイクオフの位置について解説していこうと思います。皆さん、テイクオフの時にどこに立つか毎回変えていますか？私はテイクオフする前にどんな技をするかによってテイクオフの位置を微妙に変えているんですが、その解説を今回していこうと思います。大きく分けて3パターンありまして、1つ目がボードの真ん中にテイクオフする、2つ目がボードのテール寄りに立つ、3つ目がボードのノーズ寄りに立つ。この3つに分けて解説していこうと思います。まず1つ目なんですけど、ボードの中央に立つ場合、これはテイクオフする前に波が少し速そうだなっていう時だったり、あとテイクオフしてターンをせずにウォーキングをスタートさせたい時には、このボードの中央に立って加速ポジションっていうところに立って、ライディングするようにしています。ボードの中央に立つ場合、中央といっても大体今このボードの中央がここだとしたら、そこよりほんの少し後ろのこの辺りに私はテイクオフして、ウォーキングを4歩でウォーキングをするようにしています。2つ目なんですけど、テール寄りに立つ場合、これは波がスローだったりパワーのない波だったりフェードターンをするとき、テール寄りに立ってライディングをしています。テール寄りに立つ場合は中央より一歩後ろに下がったような状態でテイクオフしていくんですが、なぜテール寄りに立つとフェードターンできるのかというと、テール側に立つことによってテールが水の中に沈めやすくなります。でテールが水の中に沈めやすくなると、こっちの後ろのレールが使えるようになるのでフェードターンしやすくなりますし、重たいボードでも力のない女性がターンするためにはこのテールに乗ることによってすごくロングボードはコントロールできるようになるので、テイクオフする前にターンしたい場合、フェードターンしたい場合、まっすぐ降りてターンしていく場合、そういった波の場合は後ろに立ってターンしていく。波が速い場合は真ん中に立って、ウォーキングしていく。逆に、ノーズ寄りに立つ場合は、これはコンテストサーファーだったり、あと速い波の時すぐにノーズしたい場合にノーズ寄りに立つことが多いんですが、ノーズの近くに立つことによって2歩でノーズライディングしやすくなります。波のブレイクをしっかり見て、自分がどんなライディングをするかによってテイクオフの時にどこに立つかを頭の中で意識しながらやってもらうと、次のライディングにつなげやすくなっていきますので、ぜひ波が速い場合、波が遅い場合、自分がどんな技をしたいかによってこのテイクオフする足のポジションを少しずつ変えていってあげると、ライディングしやすくなっていきますので、ぜひ皆さん海の中でちょっと意識しながらやってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ひろたんでした。